車磨いたことあるかい？ないね。初心者でもできんの？なーに、七草ど素人だぜ。けどここにあった傷がきれいさっぱりなくなっちまったんだ。なんだと？ど素人の超絶初心者が車磨いてみた。マジかよ。やあ皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら。長方形のセミハードケースにエンマと書かれていますね。反対側にはバフマスターと書かれています。マスターよろしくな。ということでこのような入れ物に入っているんですが、皆さん車を磨いたことありますか？七草はありません。ただこの磨きはやりたいと思っていたので、そんな七草のような素人の方でも気軽に車を磨けるアイテム、その名もエンマのコードレスポリッシャー。こちらを今日は使っていこうと思います。早速開封しながら中身を見ていきましょう。これが噂のポリッシャーってやつか。イメージ的にはコーティング屋とか車のプロが使っているアイテムという印象です。このケース一つの中に磨くための必要なアイテムが全て丸々セットになっています。素人だとね、磨くために何を買えばいいのかとかよくわからないので、最初からセットになっていてこれ一つあれば安心というアイテムはいいですね。中身を取り出しながらどういうアイテムなのかを見ていきます。まずね、このポリッシャー、車のボディなどを磨く、つまり研磨する電動アイテムです。イメージ的にはこんな感じです。ポリッシャーにバフをつけてコンパウンド、研磨剤をつけて車を磨くという感じです。ボディの細かな傷を消したり、くすみを取り除いたりしてツヤ出しもできます。あとはね、コーティング前の下地作りもできますね。某大手コーティング屋さんは基本メニューにこの磨きはないので、磨いた上でコーティングしてくれるところが理想ですね。ちなみに七草はその大手コーティング屋さんでそんなに高くないコーティングを毎年かけています。なのでその分磨きに対する興味はありました。2つ目、 LED ライト搭載でなかなか見えにくい細かな傷をその場で確認することができます。結構ね、ライトを当てないと見えない傷とかあるのでこれいいですね。3つ目、6段階の速度調節ができます。例えばレベル1から2は仕上げ磨きで、3から4は水垢の除去、5から6が粗研磨に適しているみたいです。最大5000回転で仕上げ磨きから粗研磨まで1台で完結です。4つ目が液晶ディスプレイ搭載で、回転数やバッテリー残量、回転レベルが分かりやすいです。回転数の調整やライトのオフオンもここにボタンがついていますので、磨きながら回転数を変えたりライトをつけたりね、片手でも操作が可能です。電源を切る以外は磨きながら全部できちゃうっていう感じです。そしてこのポリッシャーはダブルアクションです。七草も最初何それって感じでしたが、ただ回転するシングルアクションと違ってダブルアクションは小さな円を描きながら中心をずらして回転します。力を分散しながら磨きますので、初心者でも失敗しにくいのがこのダブルアクションです。磨くの失敗したくないからな。そしてなんといっても嬉しいのがこのコードレス設計です。車屋さんではないので DIY でやるにはこのバッテリータイプが圧倒的に取り扱いやすいです。一つのバッテリーで 3,40 分使えて、バッテリーが2つついていますので、時間をかけて磨く時も充電を交互に繰り返しながら使うことができます。そして軽量設計です。バッテリーを搭載した状態でも 1.14 キロ、さらに静音設計なんです。結構ね、爆風ブロワーとかものすごい音が出るんですが、このポリッシャーはそんなに近所迷惑にはならない52から64デシベルです。それってどれぐらいだよ。これぐらいです。ということで中身を取り出しました。これで全てです。それじゃあ一つずつ見ていきましょう。まずは本体から。ここにエンマのロゴがあります。反対側にはバフマスターがありますね。これは専用ケースと同じですね。ただ本体にはバフマスターのマスターがいません。マスター除外されちったが、大きさは割とコンパクト。この上から見た部分に操作ボタンがあります。電源はどこにあるのかというとここです。パチンと倒せるスイッチタイプ。滑りにくいような素材を使ってますね。で、ここがくるくる回るわけか。このまま磨くのではなくて、ここはマジックテープになっていて、バフというものをここにつけて磨きます。ここに白い部分がぐるーっと一周ありますが、ここが LED ライトで光ります。本体はこんな感じでした。次、バッテリーの充電器が1つ。詳細はこんな感じで、バッテリーはこのようなタイプです。12V2A です。接続部はこんな感じですね。カチンと差し込むだけ。バッテリーはもう1つついていて計2個です。続いてコンパウンドです。このコンパウンドはプレゼントキャンペーン用のものでして、まだね、正規販売品のコンパウンドが出来上がっていないということでしたので、今回はこっちのコンパウンドを使っていきます。販売品にはこちらのコンパウンドがセットになっています。3000番のコンパウンドです。
続いてケースの中にはこの3種類のバフが入っていました。1つ目はウールバフ、ふわふわした羊毛です。あ、マスター羊になってる。2つ目がハードのスポンジバフ、表面が少しボコボコしている固めのスポンジです。ハードはマスター怒ってる。3つ目はソフトのスポンジバフです。これは柔らかいスポンジですね。マスターの表情もソフトだね。どのように使うかというと、このマジックテープ部分にうまく貼るだけです。はい、こんな感じに貼りました。おお、それっぽい。マジックテープで簡単に取り外しができるので、付け替えも楽ちんだね。ベリベリっといけます。あとはマイクロファイバークロスが1枚。それとこれ、マスキングテープがね、入ってるんですよ。これが付いてるのは地味にありがたいです。本当にね、別途用意しなくても、この1ケースで全部用意されている感じですね。あとは取扱説明書と六角レンチが入っています。七草、磨くのが初めてなんで説明書をよく読まないとね。磨き方はこの流れみたいです。バフをパッドの中心につけて、コンパウンドを 1,2 滴垂らして、車のボディにペタペタと塗り広げる。ライトで状態を確認しながら研磨剤がなくなるまで磨く。で、最後にクロスで拭き取るっていう感じみたいです。エンマの公式 YouTube チャンネルがあって、エンマポリッシャー大学っていうチャンネルなんですけど、ここでね、いろいろと教えてくれるみたいです。よかったら見てみてください。で、バフの選び方なんですが、このスポンジバフのハードが一番研磨力が低いみたいです。仕上げなどで使うみたいですね。このオレンジのバフです。細めと書いてあります。で、次にスポンジバフソフト、中め。こちらが研磨力が中みたいです。浅い傷やウォータースポットを消すみたいですね。あとはウールで磨いた時の傷も消すみたいです。この黒のスポンジです。で、次がウールバフです。これがね、一番研磨力が高いみたいですね。この白いバフです。初期研磨から中間研磨まで、洗車の傷消しや頑固な水垢消しもできるみたいです。なるほど。なので、ウール、ソフト、ハードっていう順番に磨いていけばいいのかな。あれ？これホームページだとハードとソフトが逆に書いてあるんだけど、どっちかなと思ったので確認したら、正しいのはホームページでした。現在は説明書も修正したみたいなので、販売までには正しい説明書になっています。どうやら LINE 公式アカウントに登録すると、メーカー保証が6ヶ月から1年に延長されるみたいです。そしてこのコンパウンドがプレゼントされるみたいです。はい、使用ですが、継続使用時間が30分から40分、オービットが 8mm とありますが、これは先ほど説明したダブルアクションの時の小さな円を描きながら回転する動きのその小さな円の直径が 8mm ということです。バフのサイズは 125mm です。あと、このバフはケースの中に入っていたんですが、クラウドファンディングサイト幕開けで5月に販売開始するんですが、その注文特典としてバフがもう3枚追加されます。これハードとソフトのスポンジは同じなんですが、このウールだけ違います。両方ウールなんですが、こんだけ違うんですよね。で、七草がサンプル品をいただいた際には、ケースの中にこの毛の長い方のウールが入ってました。で、ケースの外にこっちのウールが入った3点セットがありました。なので特典のセットはこっちかなと思ったんですが、どうやら特典なのはこの薄い方のバフみたいです。まあ、幕開けの先行販売で買えばどっちもあるよといった感じです。バッテリーをはめて電源を入れてみましょう。おお、最初からライトついたね。結構明るい。ぐるーっと一周 LED ライトがあります。結構傷見えやすそう。ライトを消すには3秒間プラスボタンを長押しします。で、またライトをつけるには同じくプラスを3秒間長押しします。なるほど。電源を入れると一番最小の回転数2000から始まります。プラスを押すごとに500ずつ回転数が増えます。3500、4000、4000まで来たら次は5000まで飛びます。ここの4000から5000だけは1000飛びますね。あとは500回転ずつ調整できます。バフをつけて電源オンするとこんな感じ。めっちゃ磨けそうだね。それじゃあエンマのコードレスポリッシャー早速使っていきましょう。はい、今日磨いていくのはアウトランダーではなく、こちらの EK クロスを磨いていこうと思います。磨くといっても今回は傷を消すということを目的にやってみようと思います。よく見ると細かい傷とかがね、結構ついているんですよ。ここに何らかでついてしまった線傷があります。こういうね、ほったらかしにしてた傷がね、消えるんじゃないかな。ここにもありますね。ここは結構深い傷です。あとこっちにも給油口の手前側ね、覚えておこう。結構右の傷も目立ちますね。これが2箇所目。あとは樹脂から上のボディにかけて、ここにも線傷が入っているんですよ。この方が見えやすいかな。ここです。これが3箇所目。この3箇所の傷が消えるかどうかを試していこうと思います。
マスキングテープを使います。ここ下の樹脂から上のボディにかけて連なっている線なので多く磨けるようにギリギリのところに貼っています。ここの傷はドアをまたがっている傷なのでこの隙間にはマスキングテープ貼らずに磨きます。あとはここ上から見ると見えやすいね、この傷。ここは四角で囲って分かりやすくしました。この線傷とここのリアドアの傷、あと上のここの傷ですね。ここの3箇所を磨いていきます。よーしやるか。ウールバフから磨いていきます。コンパウンドを少しつけますと思ったけど、ここの銀紙が全然取れない。掴むところもないからここ剥がすの間違ってんのかな。これどこも本当に剥がせないんだけど、しばらく剥がそうと試みたけど全然開きませんでした。なので指を突っ込んでね、もう穴開けました。これで合ってんのかな。ヤクルトみたいに剥がせると思ってたわ。まずは狭いスペースを磨くのでこれぐらいにしておくか。初手白に白で見えにくくてすいません。はい、そしたらボディにポンポンしていきます。これポンポンしてから回転させないと研磨剤がね飛び散ってしまうので、バフにコンパウンドをつけた場合は必ずポンポンしましょう。回転させる前にね。よしやるか。持ち方とかこんなんでいいのかな。まずはよくわかんないんで一番下の2000回転で磨いてみます。おー、なんか磨けてるような磨けてないような気がします。横と縦まんべんなく動かしてます。おー、なんかテカテカの塗装が剥がれた感じがするぞ。大丈夫かなこれ。今ねコンパウンドのせいか磨いたところがねなんか白くもやってます。コンパウンドを足して回転数を上げて磨いてみよう。なんかねコンパウンドはねこうやってボディにつけてもいいみたいです。今ね3500まで上げました。体感めっちゃ回転してる。これで磨いてみよう。はい、最終的に5000回転まで上げました。これだとねめっちゃ磨けてる気がする。一旦はこれぐらいで大丈夫かな。傷消えたように見えますね。続いてハードで磨いていきます。これもほんの少しでいきましょう。なんか初めてやってみたけど結構楽しいね。ポン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 、これ大事。ハードスポンジで磨いていきます。4000回転です。なんか最初怖かったけど綺麗になると楽しいわ。もう結構ツルツルしてるぞ。最後にスポンジソフトで磨いていきます。柔らかいスポンジで仕上げていくイメージです。これは大胆にいけそう。4000回転で磨いています。この回転数はお好みで、回転数多い方が磨きやすいな。よーしどうだ。消えてるね。最後にマイクロファイバーで拭き拭きします。結構ねコンパウンド飛び散ってるんで周りも拭いた方がいいね。上からが見やすかった傷が消えてますね。結構がっつり寄ってみても全くわからないというか完全に消えましたね。そんでめっちゃツルツルしてる。ほう、ポリッシャーすごいね。ちなみにこれが作業前の傷です。作業前はここに横の線傷がありました。こんな感じです。結構見えますよね。そしてこれが作業後完全に消えました。全然わかんないね。このぐらい離れたら見えないのかってそういうもんじゃなくて、こんだけ近づいても全く見えなくなったというか完全に傷が消えました。この調子で次行ってみよう。次がねここです。左が結構深くて右がまだマシっていう感じです。ここも同様にじゃんじゃん磨いていきます。まずはウールバフ。もう結構ね大胆にいって大丈夫でした。縦にも磨いていきます。続いてスポンジバフのハードで磨きます。そして最後にスポンジバフのソフトで仕上げます。さあどうでしょう。やはりね左側の深い傷は完全には消えませんね。やっぱね爪でカリカリできるぐらいの傷は無理ですね。あとここ縁まで磨きたかったのでマスキングテープ貼ってませんでしたが、やはりね隙間にコンパウンドは結構入ります。この傷は無理か。対してこっち側の傷は完全に消えましたね。やはり傷の深さで変わります。こっちの傷もうちょっと頑張ってみるか。明らかに触ってわかるぐらいだからな。ちょっとこっちの深い傷は必殺手磨きでやってみます。コンパウンドをちょっとつけてクロスで磨きます。普通の手磨きもピンポイントの場所は結構いいんですよね。はい、ここなんですけどさっきより目立たなくなりましたね。少し引きで見てみましょうか。ふきふきとだいぶ見えなくなりました。作業前はこんな感じで結構ね右も左も傷が目立っている状態だったんですが、作業後はこんな感じです。いいね。これ思ったより綺麗になるな。次行こう。はい、最後ここの上の部分やっていきます。ここの縦に長い傷、ここをね磨いていこうと思います。ここは綺麗になりそうですね。ここも同じように3種類のバフを使って磨いていきます。もうねなんか3箇所目になるとここの傷は落とせるなっていうのがね分かってきました。ウールで磨いたら次はハードのスポンジで磨いていきます。最後にソフトのスポンジで磨いていきます。
これは言ったろ。やっぱコンパウンドの粉は周りに散るね。最後に拭き取ったら傷を確認していきましょう。はい、この辺りにあった縦の線傷が完全に消えましたね。これだけ近寄っても全くわからないですね。ピッカピカになりました。マスキングテープ剥がしていきますか。はい、この樹脂の傷を見たら分かりやすいですね。ここの延長線上に縦の線が入っていました。見えますかね。ボディの線傷は完全に消えております。作業前はこのような線傷がありました。結構立派に上までピュッていってたよね。これが作業後は新品みたいにピッカピカになりました。樹脂の傷の延長線上にボディの傷があったんですが、なくなったね。今回小さな傷消しをメインにポリッシャーを使ってみましたが、水垢だったり洗車では落とせない汚れをポリッシャーを使って磨くことで綺麗にすることができます。コーティング前の磨きにも使えます。今回は傷があった部分しか磨いていませんが、車全体を磨くとものすごく綺麗になると思います。あとね、このようにフロントガラスとかにも油膜とか鱗とかついてしまった場合は、ガラス用の研磨剤とフェルトバフを使って研磨することでね、ガラスも綺麗にすることができます。結構ね、手作業じゃ大変ですからね。それでは気になる点を言っていきます。とても便利なポリッシャーですが、気になる点がね、1点ありました。これ個体差なのかもしれませんが、ここのプラスとマイナスのボタン、これね、マイナスは普通に押しやすいんですが、プラスの方がね、マイナスに比べると押しにくいんですよ。こうプラスの方が最初からボタンの位置がへっこんでるというか、マイナスと同じ感じで押してもプラスは反応しない時があるといった感じです。やっぱね、横から見てもマイナスの方が手前に出っ張ってるよね、ちゃんと。でこっちプラスを横から見るとマイナスより沈んでる感じがします。こんな感じでプラスも押せないことはないんですが、マイナスよりね、より強くグッと思いっきり押さないと反応してくれない時がありました。まあきっとこれは個体差だと思っております。たまたま七草がこのようなものを引いたのかな。以上、気になる点でした。ということで今回はエンマのコードレスポリッシャーをレビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。洗車好きの方にもワンランク上の洗車ができますし、草や木に擦ってしまって車のボディに小さな傷がある方、これで綺麗になります。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。こちらの新製品はクラウドファンディングサイト幕開けで5月22日11時に販売開始です。はい、そして幕開けでは先行販売記念特別価格として先着70名様限定ですが 30% オフになります。なのでこのポリッシャーが欲しい方はお早めにどうぞ。スマホでも直接アクセスできる QR コードを貼っておきますね。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーが車で使える便利なアイテムなど自由気ままにレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で See you again!